それでは、Continuation is to be continued というタイトルで、オンテッドリーの水野が発表させていただきます。よろしくお願いします。まずは自己紹介からさせていただきます。僕は水野と申しまして、普段はオンテッドリーで、バックエンドエンジニアをやっています。それで、出身がこのRuby 会議の会場の隣の香川県の高松市なので、四国で初めての開催となる、ここ松山での Ruby 会議の発表者として参加できて、大変光栄に思います。もし四国でまた Ruby 会議を開催する機会があれば、僕の地元の高松もよろしくお願いします。そして、僕は、普段、結構プログラミング言語の、理論が好きで、関数型言語をよく使ったりするんですが、その関数型言語によく実装されている継続オペレーターっていうのが Ruby にも実装されているそうなので、それにまつわる話をさせていただこうかなと思います。まず今回の発表のアウトラインですが、はじめに継続オペレーターとは何か、そもそも継続とは何かというところから話しまして、次に継続オペレーターが有用になるケースとして非決定計算を簡単に記述できる DSL の例を見ていきます。そして DSL の例を通して Ruby に標準搭載されている継続オペレーターのコール CC の問題点について話しまして、そしてコール CC とは別の継続オペレーターの実装であるシフトリセットであればコール CC の問題を解決できる、または解決の見込みがあることを確認してまとめに入ろうかなと思います。まず継続オペレーターとは何か、そしてそもそも継続とは何かについて説明させていただきます。まずそもそも継続とは何かについてですが、これは形式的には現在評価しようとしている式の値を受け取った後に行われる計算に相当します。例えば簡単な例ですが、puts1 プラス2というプログラムを実行しようとしていて、そして1という式を計算しようとしているとします。そうすると、この時点での継続は、2を引数としてプラスというメソッドを呼び出して、またその評価結果を引数としてputsを呼び出すという、計算に相当しています。これは実装上の観点に注目すると、ランタイムでの実行ポイントと言ってもいいかもしれないですね。そして実は Ruby には継続を第一級の値として扱うためのオペレーターとして CallCC というメソッドが実装されていて、 CallCC を呼び出すとその時点での継続を渡してブロック引数を評価することができます。CallCC と聞くと馴染みがないかもしれないですが、 CallCC がおおむねセットジャンプのように、継続の呼び出しがロングジャンプのように振る舞うと聞けば、おおよその挙動が、C 言語の人には想像ができるかもしれません。例えばこれはRuby リファレンスマニュアルにあった CallCC の利用例なんですが、ここで CallCC が呼び出されると、その時点での継続である、イールドをして、c.callFalse が呼び出されて、ループからリターンして、それでループが呼び出されるみたいな継続が、このコントのところに渡されて、ブロック引数が評価されます。そして、これはインライニングしているんですが、ループ自体の、ブロック引数が、引数で渡された V を引数として、プリントしてやるっていう風な感じなので、ここで C イコールコントとやって、CallCC から渡された継続を、C に代入しているので、C のところには、ちょっとインライニングしてやると、ブロック引数に渡された V をプリントして、その後 c.callFalse やって、この後、ループからリターンしたり、ループの呼び出しをしたりっていう処理もあるんですが、一応ここでループが完結していて、無限ループするみたいなコードになります。実は残念ながら CallCC は Ruby 2.2.2 から非推奨になっていて、代わりに Fiber を使うように言及されています。
しかし、ファイバーはコルチンとしての機能に特化したもので、コール CC を完全に代替できるものではありません。先ほどの無限ループの例で見たように、コール CC で切り出した継続は何度でも呼び出せてしまうのですが、なので、こういうふうに、ワンショットのこの継続の呼び出しでは、1回しかプリントをしないんですが、これ継続が何回でも呼び出されるので、これで無限に true, false, false っていうふうに表示されてますね。というふうに、何回でも継続は呼び出されるんですが、ファイバーの方は、コルチンとしての機能に特化していて、一度ファイバーの実行が完了してしまえば、その後またファイバーを呼び出そうとしたときに、エラーが出ていますね。ということで、1回しか呼び出せないんですね。この辺の違いを踏まえて、ファイバーが登場した今でも、コール CC が有用であるっていうことを DSL の実装を例として見ていきましょう。というわけで、バックトラッキングを行う DSL の実装を例として、コール CC の有用性を確認していきましょう。ここでは、リストの、ハスケルのリストモなどのように、バックトラッキングをフラットに記述する DSL が作れないか考えてみます。例えばこれは縦横のグリッド上の盤面で、縦横斜めの8方向を操作する際の移動量を列挙するコードなのですが、X 方向には左に行くか、進まないか、右に行くかで3通りが考えられて、Y 方向には上に行くか、進まないか、下に行くかの3通りが考えられて、少なくともどっちかには移動してほしいので、X か Y のどちらかは0ではないみたいなことで絞り込んで、そして XY の変分を返すっていうふうにやると、これは縦横斜めで、8通りの移動方向が列挙されるわけですね。こういうふうにハスケルだと、フラットにバックトラッキングを書くことができます。ハスケルのリストモなどは、Ruby でいうところのフラットマップを繰り返し適用しているだけなので、Ruby でも同様に実装できないこともないですね。X 方向の変分として、マイナス、左に進むか、進まないか、右に進むかっていう3通りがあって、それで、上下方向には上に進むか、進まないか、下に進むかっていうところで、これはハスケルのガードをそのまんま展開したような感じで意識して書いてるんですが、要はどっちかが0であるかどうかで絞り込んでっていうふうにやると、これでも一応、Ruby でも、上下左右、斜めの8方向の変分が列挙できます。ただ、これはコールバック地獄みたいな感じになっているので、ハスケルのドゥ式のように書ける DSL が欲しいところですね。Ruby プログラマーが DSL を作るぞとなった際によくやりがちなのは、メタプログラミングを使うことでしょうか。本当は、x イコール m.bind なんとかなんとか、y イコール m. なんとかなんとかのように、Ruby の代入の構文とか使いたいところですが、そのままの蓄次実行のコードだと、x や y の値を変えてバックトラッキングができないので、一旦 DSL の構文儀を配列に落としてから、フラットマップを適宜挿入してみます。これで、そうですね、バインドのところでとりあえず、この代入の列を作ってやって、後でこのパフォームのところで全部実行した後で、その構文に従って、構文儀を変形して、後で無理やり、フラットマップだとかを挿入してやるわけですね。こうしてやっても、こうしてやって、変数の取り回しをインタプリターで実行してやっても、一応これでフラットに書けないわけではないですね。しかし、このメタプログラミングを使った DSL 実装では、構文を追加するたびに DSL 実装に手を入れる必要が出てきます。
例えば、ハスケルの do 式では、途中で if 式を使うこともできるんですが、先ほどの DSL 実装で if 式を使おうとした場合、DSL 実装の方で、if に対応するように、構文儀の持ち方を変えてみたり、プログラマーが if 式を書くためのメソッドを、こんな感じのやつを、追加してみたりだとか、修正が必要になりますね。こういうのをif 以外の、構文とかでもいちいちやってるとキリがないので、こういうのは避けたいですよね。また、バックトラッキングを、DSL 側で行うために、変数の管理を、DSL で行うことになったので、これは変数の受け渡しを、DSL でやったりだとか、メソッドの引数とかを使う場合は、プログラマーがいちいち面倒を見てやる必要があったりして、これはちょっと面倒ですよね。例えばこれ、センドプラスモアイコールマネーの覆面算を行う例なんですが、これぐらい変数が多くなってくるとちょっと自分で取り回すのが大変ですよね。このように、メタプログラミングでバックトラッキングを行う際の不満点が CallCC を使った実装では解消できます。このDSL 見ていくと、一見して、X には m.bind-1 の返り値を代入して、その後すぐに y イコール m.bind-1 の返り値を代入して、みたいな蓄次的な実行が行われているように見えますが、CallCC を使ってやると、まずはX には-1を入れておいて、その後、この y イコール m.bind-1 if みたいな感じのコードブロックを一回実行して、その後、実行が完了したら、X には次は0を代入して、またこのコードブロックを繰り返してっていうふうに、バックトラッキング、複数回実行するようなプログラムが書けてしまうので、変数は Ruby のものをそのまま使うことができて、碑文もX や Y の値が変わって、バックトラッキングが行われて、これはそれぞれの X と Y の値でまた実行されるので、Ruby のものをそのまま使うことができます。さて、このようにDSL 実装では大活躍だった CallCC ですが、いくつか問題点が存在しています。まず、CallCC は現在の継続をすべて切り出してしまうので、DSL 実装などで実際に使う際には逆に不便になってしまう場合も多いですね。先ほどの DSL 実装の内側を紐解くと、バックトラッキングのために欲しいコードは、X を変えてバックトラッキングを行う際に欲しいコードっていうのは、y イコール m.bind-11だとか、if だとかの、x イコール m.bind 以降から、パフォームのエンドのところまでの、こういう限られたコードなわけですが、CallCC だと、その後の継続全部を束縛してしまうので、パフォーム終わって、結果を返した後、その結果をプリントしたりだとか、その後の余計なコードまで切り出されてしまいますね。しかもCallCC の継続呼び出しだと返ってこないので、手動で返ってこない、戻り場所にまでまた CallCC の継続を呼び出して戻らないといけないですね。なので、パフォームでは、バインドで覚えておいたバックトラックの場所まで戻るために、継続の呼び出しを、明示的に、とりあえず覚えておいた戻り場所まで、パフォームのブロックが終わったら戻らないといけないみたいな感じで書かないといけないですし、バインド側だと、とりあえず、これ以降の全部を切り出すためにCallCC が必要なのはもちろん、バインドの、どこまでバックトラック実行したかなっていうのを覚えるためにまた CallCC が必要になったりだとか、ちょっと実装が複雑になってしまいますね。あろうことか、CallCC を使った実装はとてつもなく実行効率が悪く、メタプログラミングを使った実装では一瞬で完了したセンドプラスモアイコールマネーのパズルであっても数分経っても終わらなかったりします。
なぜこれほどまでにパフォーマンスが悪化してしまうのか、CallCC の内部実装から紐解いていきましょう。これ、そうですね、メタプロを使った実装で、センドプラスモアイコールマネーみたいなパズルを解くやつを実装してみると、とりあえず枝刈りはやってるんですが、0.13 秒で終わった計算が、先ほどのCallCC を使った実装だと、数分経っても実行が終わらなくて、これは僕はコントロール C をして中断する羽目になったっていう感じですね。なので、内部実装をちょっと見ていきましょう。CallCC の実装は VM の内部実装と深く結びついていて、その状態を参照するための拡張ライブラリとして提供されています。そして、CallCC はもともと VM の状態に相当していた継続を切り出しているだけに、その実装は VM の状態のスナップショットを記録する操作に対応しています。VM の状態はスタックと現在実行中のプログラムの位置ですから、前者をメモコピーで、後者をセットジャンプで記録していますね。ちょっと文字のサイズが小さいかもしれないですが、そうですね、ちょっとここからだと見えないですが、ちょっとスタックをメモコピーで対して、とりあえず現在実行中の位置をセットジャンプで記録してますね。で、ここでただ単にスタックを全部対比していると遅いので、Ruby の CallCC 実装は、差分バックアップのようなことをして、対比するスタックの範囲を限定しているようですね。他のCallCC の呼び出しとかで、おそらく全部のスタックが対比されているので、その中に自分が対比しようとしている範囲のスタックがあれば、その範囲は使い回すことにして、足りてない部分だけメモコピーでコピーしているみたいですね。この辺ですかね。とりあえず一応差分バックアップやらない版みたいなやつもCLB のコンパイルオプションで用意されているみたいですね。そして、CallCC で切り出した継続を呼び出す処理の内訳を見ていきますと、コンティニエーションのコールっていうメソッドですね。CallCC で対比した VM の状態をリストアしていますね。CallCC ではスタックをメモコピーで、対比して、現在実行中のプログラムの位置をセットジャンプでバックアップしていましたから、ちょうどその逆、対比しておいたスタックをメモコピーで復元して、実行位置をロングジャンプでまた移しているわけですね。これ見ていくと、そうですね、ちょっとこの位置だと見えないですが、とりあえず、スタックはメモコピーで復元して、この辺に、ジャンプがあったような気が、そうですね。あとはこれ結構ハードウェア固有のコードが多そうでちょっと辛そうですね。レジスタウィンドウとかいうスパークの時代に消え去った古代の遺物みたいな機構にまつわるコードもありますし、なかなかこれはハードウェア実装にも関わってきて結構辛そうですね。それでは、セットジャンプとロングジャンプはglibc とかの実装を見ていくと、せいぜいレジスタの対比とジャンプぐらいしか行わないので、ごくごく軽い処理なので、CallCC とか、継続の呼び出しで処理時間を食うとしたら、スタックの対比と、復元の部分であると考えられます。それでは、CallCC で生じていた問題を解決してくれるであろう継続オペレーター、シフトリセットの紹介に移っていきます。シフトリセットっていうのは、シフトからリセットまでの限定された範囲の継続を切り出すオペレーターです。例えば、リセット、3プラスシフト K-1 みたいなプログラムを評価してみると、このシフトから、リセットまでの範囲の継続を切り出して、それに相当する継続が、大体3プラス X-1 に相当するんですが、切り出されて、実行可能な状態で、用意してくれます。
そして、このなんか継続を使うことを考えてみると、例えば 2× リセット3プラスシフト k マイナス1コール2っていうふうに書いてみると、この、シフトのところでは、リセットまで、その後に2× であったり、コール2みたいななんかコードが挟まってるんですが、こいつはなんかリセットの以降にあるので無視されて、この、シフトでは、3プラス x マイナス1に相当する継続が切り出されます。そいつが、コール2で呼び出されて、3プラス2マイナス1なので、2に、4に評価されて、そして、2をかける処理が挟まっているので、最終的に8が評価されるっていうふうになります。シフトリセットでは、必要以上に大きな継続を切り出すことがなくて、まさに欲しい欲しい継続が、手に入るので、DSL の実装が大変シンプルになります。先ほどのバックトラックを行う DSL の実装をシフトリセットを使ってやり直してみると、こちらはパフォームの部分で、リセットを使って、そうですね、パフォームのところまでの継続しかいらないよっていうふうにマーキングをしておいて、それでバインドでは、バインド以降からパフォームのところまでのコードをシフトで切り出して、それに対して、フラットマップで、バックトラッキングを行うみたいな感じで書けるので、大変シンプルに書けますね。この限定継続で切り出した継続っていうのは、コール CC だと言ったら行きっぱなしで、それで返ってこないんですが、ちゃんとなんかシフトリセットで、束縛した、継続っていうのは、リセットのところに到達した瞬間になんか戻ってきてくれるので、こういうふうになんかフラットマップのなんか引数に渡したりして、関数として使うことができますね。なので結構実装がシンプルになってるかなっていう感じですね。で、ハスケルのリストモナドは、なんかモナドの一種で、同式はなんかそのシンタックスシュガーではない、でしかないんですが、シフトリセットを使った実装であれば、そうですね、なんかハスケルのリストモナドのなんか本質だったフラットマップとかを書くだけで、これ実装が完了しているので、他の、オプショナルだとか、その辺のなんかモナドにも対応できそうなポテンシャルを秘めてますね。この便利なシフトリセットなんですが、実はなんかリセットに到達した際に戻るべき継続を記録するスレッドローカル変数さえあれば、コール CC を使って実装することもできます。まず、リセットのブロック引数を評価する際に、スレッドローカルな、変数を使って、スタックのように使って、戻るべき、継続をプッシュしてやって、そしてその内部の、シフトの方では、現在のスタックの位置を確認して、スタックの位置を確認して、切り出した、限定継続を切り出して、そいつを引数として、その戻るべき、リセットのところまで戻ってやると。そして、リセット自体のなんか実行が完了したら、スタックの内容を復元するといった感じですね。これはもともとなんかスキームのコードでオリジナルのやつがあるんですが、ちょっとなんか Ruby の方に移植してみました。で、驚くべきことに、シフトリセット、コール CC を使った DSL 実装を、シフトリセットを使った実装に直すだけで、パフォーマンスまで改善してしまいます。おそらくなんかシフトリセットを使うことで、Ruby のコール CC 実装に備わっていた、スタックの必要な部分だけ切り出すような最適化が通りやすい形にプログラムが整理されたからだと思うんですが、なんか、内部で、シフトリセットの内部がなんか、コール CC であっても、それまで実行が終わらなかった、センドプラスモアイコールマネの、パズルを解くプログラムが、ちゃんと、現実的な時間で停止するようになって
っていて、しかも実行時間の方も、メタプログラミングを使った方だと、そうですね、0.14 秒とかで終わってたやつが、0.5 秒ぐらいで終わるようになったので、かろうじてなんか3倍遅いぐらいの、許せるかなっていう範囲に収まるようになりました。とはいえちょっと遅いですよね。で、コール CC を使ったシフトリセット実装でも高速化の恩恵が感じられたんですが、シフトリセットをコール CC のように VM の状態を直接参照して、そいつを直接操作する拡張ライブラリとして実装することで、さらに高速化ができると考えています。というのも、シフトで切り出した継続は、リセットの位置に到達した時点で戻ってくるので、リセット以降の、例えばこの、2× リセット3プラスシフト K-1 コール2みたいなやつを実行するときの、リセット以降の、2をかけるであったり、コール2を実行するであったりの実行に必要な、スタックっていうのは、そうですね、シフトの呼び出し時点では、その辺のスタックはなんか保存する必要がないわけですね。というふうになんかプログラマーが継続として使いたいコードの範囲をインタープリタに伝えて、インタープリタは、そいつを使って、対比するスタックの範囲を限定したりだとか、そういう、最適化が行えます。ちょっとなんか今回の Ruby 会議でもなんか、CRuby の方でネイティブ実装を追加して、それでコントリビューションをして、それで実際になんか早くなりましたねっていう感じでなんかベンチマーキングができればよかったんですが、ちょっと間に合わなかったので、今後拡張ライブラリとして実装してコントリビューションができればと思っています。まとめになりますが、コール CC を使うと、現在の継続を切り出して、第1級の値として使うことができます。コール CC は現在デプリケーテッドとされていますが、DSL の実装に用いれば思わぬ力を発揮する場面もあります。しかし、コール CC にはいくつか問題があって、DSL で使うと、DSL を使う人がちょっと嬉しいっていうふうに言われても、そもそも DSL の開発が大変ですし、しかもなんか実行効率もちょっと良くないですね。そして、コール CC とは別のシフトリセットと呼ばれる継続オペレーターでは、それらの問題が解決できると考えています。実際になんかコール CC を使って、作ったなんかシフトリセットを使っても、実際になんか DSL の開発が楽になるっていうことも見ましたし、そして、なんかそういうふうな、ちょっとなんかネイティブ実装じゃないやつでも、実際に速くなるっていうことが分かりました。今後の課題としましては、CRuby の内部実装に触れる拡張ライブラリとしてシフトリセットを実装して、コントリビューションをするところまで持っていければと思っています。ご清聴ありがとうございました。